皆さんこんにちは、まいです。はい、引きこもりクッキングも3回目になりました。今日は、お弁当にお茶漬けにチャーハンにお寿司に何でも使える万能のものを作ってみたいと思います。しかも、いつも通り誰でも手に入る材料、超シンプルな材料で作ります。鮭の切り身とお酒とお塩、この3つを用意してください。なぜわざわざですね、自家製鮭フレークを作るかという、そのお家で作るメリットを2つ、ご紹介します。まず1つ目、スーパーの鮭フレークより絶対に美味しいです。私は結構いろいろ試したことがあるんですけども、あんまり得意じゃなかったんですね。なぜかっていうと、スーパーの瓶詰めのはすごく生臭くてパサついてて食べられなかったんですね。なのでちょっと作ってみようと思いました。はい。で、メリット2つ目はですね、鮭を焼かなくてもいいっていうことです。鮭の切り身を焼くとすっごくお掃除大変じゃないですか。私は鮭を食べたいんですけど、焼くのが面倒だなと思って鮭フレークを作ろうと思いました。早速作っていきたいと思います。鮭の切り身を3等分ぐらいに切っていきます。沸騰したお湯に鮭の切り身を入れていきます。中まで火を通していきたいと思います。はい、それでは中まで火が通ったので火を止めてざるにあけていきます。まだ熱いのでざるの上で切り身を冷まします。それでは鮭の、骨と皮を取り除いて身だけにしていきます。これは手で取っちゃってください。で、骨も外して鮭の身だけにして鍋に入れていきます。このように皮と骨を取り除いて身をバラバラにほぐして鍋に入れます。これから火にかけていきます。では鍋の中に、サラダオイルを入れていきます。小さじ1杯のサラダオイルを入れます。火をつけていきます。鮭の身がパラパラになったらお酒を入れます。大さじ1杯のお酒です。あと塩も少々加えますが、これは、お好みで量を調整してください。お酒を加えてさらに、炒めていきます。水分を飛ばしたら完成です。今日は鮭フレークを作りました。鮭フレークは、そのままご飯にのせても美味しいんですけれども、他にですね、おすすめの食材、例えば青じそとか白ごまを一緒にトッピングしてもすっごく美味しいです。あと保存ですけれども、冷蔵庫でも大丈夫なんですが、私はもう1回分ずつですね、小さくラップに包んで、これをそのまま、冷凍庫で保管しています。1回分ずつを冷凍しておくとすごく便利です。はい、それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければぜひ、チャンネル登録、いいねボタンを押していただけますと嬉しいです。はい、それではまた次のビデオでお会いしましょう。ではまたね。